こんにちは、トミーカイラの澤田です。今日は GTS 代表の時武氏と車屋さんあるあるを愚痴をランキング形式で話したいと思います。愚痴です。事前に代表にはアンケートでお答えしてもらっているので、その順番で発表していきたいと思いますので、時武さんお願いします。よろしくお願いします。それではまず5位アポなし訪問についてですが、よろしくお願いします。そうですね、我々人数が少ない中、いろいろ営業してますんで、一人でやる仕事がやっぱり多岐にわたるわけなんですよね。やっぱりその日時間的に余裕がある時もあれば、やっべあと1時間でもう出発しないといけないだとか、結構、必死になって時間に追われてる時も多々あるわけなんですよね。で人数が多い会社だとその人がダメでもちょっと違う人が接客させていただいたりだとかすることができると思うんですけども、いかんせん我々人数が少ないので。そうですね僕ら少ないですもんね。少ないんでやっぱり本当に時間に追われてる時に「どうも」ってやってこられると当然無視するわけにいかないのでその後の予定が全ておじゃんになってしまったりとか。そうですね。っていうことはもう誰かどっかのお客さんに迷惑をおかけしてしまったりとかすることがどうしても、幸せってやつですね、なってしまいますので、できたら事前に一応その連絡だけいただけるだけでいろいろこっちも予定が準備ができますんで、ね、できたらいただきたいなとなるほどなるほど。つい最近もそういうことがあったものですからありましたね。やっぱり前もって分かったらな。そうですね。もうね、今の緊急事態宣言、今は開けてますけど、ちょっと前までやったらね、ご飯の時間に来られたらもうそやな飯食えへんかった。僕らこれ京都なんで7時、19時半でオーダーストップなんですよね。これを逃すとですね、もう毎日コンビニ弁当になってしまいますんで、ちょっとさすがにきついなと今日は一緒に行こうなっていう約束してても7時20分頃に来られたらグーとグーもうみんなしてお腹グーグーなってるというねということになってしまいますんで、できたらちゃんと予定さえいただければこちらもちゃんと準備しますんでね、お願いいたします。ありがとうございます。それでは、第4位台車が当たり前じゃないについてよろしくお願いします。車屋さんですので、できるだけその台車を今まで用意してたんですけども、我々3年前にこちらに引っ越してきまして、でこの場所を選んだ理由っていうのはですね、やっぱりこの、交通の便がいい高速道路の、インターチェンジからも近い、公共交通機関であるこの電車ですねの駅からも近いっていうところをあえて選んでますので、できるだけ台車ってやっぱり車さんの負担になるんですよね。やっぱり我々のようなこの弱小企業の場合ですね、この台車の維持費っていうのをかなりこのジャブのように効いてきますので、極力持ちたくない。でもそれだけではお客さんに迷惑かけるので、極力公共交通機関で買っていただけるこの駅近っていうところに引っ越してきてますので、できるだけそれをちょっと利用していただけたらなと思っております。駅近はもう本当に歩いて2分でうち駅まで行けますんで、極力ねお願いしたいなと思います。ありがとうございます。それでは、第3位の工具を借りようとするお客さんが工具を借りようとする件についてこれはね、我々この車屋さんの中にあるこの工具とか機材っていうのは、当然この会社として用意している工具機材ももちろんあるんですけども、やっぱりそれぞれのメカニックさんが、これうちに限らずどこの車屋さんもそうだと思うんですけども、一人一人のメカニックさんが自分のお気に入りの工具っていうのを会社に持ち込んでおられると思うんですね。それってもう個人の負担で、用意されているものなので、メカニックさんってやっぱり自分の工具に思い入れがあるんですね。大切に本当に使っておられます。皆さん気軽にちょっと貸してくださいって言われたら、大抵の方がねやっぱりいいよって言ってくれるんですけども、やっぱりムッとすると思います大切にしてますからね、本当に自分の工具をね、やっぱり極力メカニックさんの工具には手を触れないだとかましてや借りたりしないとかいうのはちょっとマナーとして覚えておかれた方がいいんじゃないかなとは思いますね。なるほどね。これ料理人さんとかに例えるとね、包丁ですかね。そう包丁を貸してくれってよう言わないですもんね。そうですよね
だから車屋さんで使う工具って皆さんが思ってる以上に意外と高価だったりしますんで、多分ねお店にお願いすると工賃を取られてしまうだとか、でもこれぐらいだったら自分でできるから工具さえ借りたら自分でできるからとかいうのもあると思うんですけども、お金払ってください。よろしくお願いします、はい、それでは、第2位、現オーナーさんの車に元オーナーさんの名前を言うとありますが、いやこれちょっと難しいですよね。ちょっと難しいんですけど、どういう感じちょっとね細かくっていうか具体的に説明させてもらいますとですね、いや特に我々が扱っているトミーカイランの車っていうのはやっぱり1台の車で、前のオーナーさん前々オーナーさんでやっぱオーナーさんを渡り歩いてる、でそれぞれが皆さんこの愛車としてね乗っていただいてるわけなんですけども、例えば我々年に1回サポーターズミーティング、TKSM っていうのをね、年1回簡単に言ったらオフ会ですよね、やるんですけども、皆さん一度に集まっていただきます。で1台の車があって、その人は当然今の現オーナーさんが乗ってきていただいてるんですけども、これって前誰々が乗ってた車ですよねとか、誰々さんの車ですよねっていうのを現オーナーに対して言うってちょっと失礼じゃないかなと。もし自分の立場だったらちょっとムッとしません？いやこれ俺の車やしみたいなきついですね、確かにっていうのをやっぱり見てるんですよね。僕もう長年やってますんで、言ってる方も悪気はないんですけども、もうちょっと現オーナーさんの気持ちのことを考えてあげてほしいなだとか、すごく思うんですよ。別に僕割って入ったりしませんけどもなんかなーなんて思ったり。いや僕ももうずっと長いことはね M さん乗ってたんで、今回初めてじゃないですけどね、スカイライン2ガールと GG が今手元にあるんですけど、聞かれるっていうか言われることは多々ありますから、この車ってもっと誰々の車ですよね。そうです気持ちも分かるんですよね。もうみんな知ってみんな仲間ですから知ってますからね。いや気持ちは分かんないけど現オーナーの気持ちも考えてあげてねっていう何も気にしない人も多分いると思いますけどね。傍から聞いててハラハラするあの人怒ってないかな大丈夫かななんて思ったりとかするからね。あとねちょっと類似パターンでご本人に向かってこの車前僕の車やったんですよ前オーナーですみたいなねやめた方がいいよって思うんですよね、特にねトミーカイラなんて一台一台みんな個性的やし、誰が乗ったはったかっていうのもみんな分かってたりすぐ分かるからねそういうデリケートなところはねできるだけ触れないようにしたいですよね。お店側の利益の云々だとか業者間のやり取りのお金の云々だとか、ましてや当人同士のお金の金額だとかっていうやっぱりお金の話題っていうのはねやめた方がいいんじゃねえのかなっては思いますねこれ最後の、第1位がもうまさにこれもその延長線じゃないだろうかっていう第1位が許可なく工場に立ち入らない。俺それ1位にしただけそうです1位になってます、作業させていただくときお客様がお預かりさせていただいて何日か後にお返しする場合でしたらそんなことないんですけども、その日、来て、オイル交換とかねお客さんにその場で待っていただいて作業するときとかですね、お客さんは待っていただくことになると、その間我々はやっぱり人数が少ないので1人が作業してて1人がお客さんの対応をっていうことができればいいんですけども、できないこともあるので、そういうために一応待合室っていうのを設けてはいるんですね、そこで待っていただくのが我々としてはベストなんですけどもやはり自分の車を見てみたいだとかどんな作業をしてるのか見てみたいだとかっていうのでやっぱり作業場の方に降りてこられることがやっぱ多々ありますよね。今現状、うちの店としてはですね立ち入り禁止にはしてないんですけども、今後の予定としてですね一応お客様を安全のためにですね工場内への立ち入りをちょっと制限していこうかなと考えています、っていうのも先ほど言いました安全だとか万が一のことを考えてっていうのが第一なんですけども、我々の工場っていうのはですね開発もしておりますし、お客様のお車を何台もお預かりしてるわけなんですよね。お客様によってはですよ内緒にしときたいとか言っても丸ごとカバーかけることって不可能なので普通に工場の中に入ったら見えるわけです。あの車が上がってると見られたくない人もやっぱおられますんでね、
我々自身もこのさっき言った開発ですね、開発してる車とか種明かしだとかどういったことをしてるだとか、工場内イコールもうほぼ裏側なので見せられない、見られたくないものなのがやっぱり多々置いてあるわけですね。開発ノートだとかですね、社外費ですよね。そういう意味ですね、その簡単に言ったら社外費が普通に置かれてるわけですね、手を触れなければいいとか、そういう事件じゃなくてですね、タッチでもそうなんですけど、やっぱ写真とかですね、今はもう簡単に写真撮れるじゃないですか。そうですね。思わぬところでその写真が出てしまう。具体的に言ったら SNS ですね、トミカラに行ってきました、 GTS に行ってきました、映り込んでしまうとかね、本人もその気はないんですけども映り込んでる、その映り込んでる姿で誰かの車っていうのが特定されてしまうだとか、映り込みってやっぱ怖いですよね。前にも一度ありましたね。昔撮った写真を最近上げはって、まだ自分の車先を進んでないっていう。あれはもうちょっと見たら分かるやろとは思いますけども、何ヶ月か前の写真をね、何年か前やったかな、全然進んでないやんか、これリアルに1年前の写真っすよみたいな、今の写真やと勘違いされたみたいな。今ちょうどね、インスタの方では、ね、定期的っていうかもうほぼ毎日発信でいろんなトミー回路を、ね、世界発信していってるんで、そうですね、そういう意味では、ね、何年も前の TKSM の参加車両を、ねこうアップしたり使ってるね、使ったりしてるんで、でそうやって勘違いしはる人もやるんで、やっぱり裏側っていうのがね、あんまり見せられないことが多いですよね。もしかしたらどっかに僕の工具箱の横に電話番号が書いてあるかもしれないメモ書きでとか書いてあるかもしれないしね。さあ、いかがだったでしょうか。他の車屋さんも多分思ってはる人そうだと思うんですよね。うちだけじゃないと思うんですよ、これ車屋さんみんな思ってるけどもなかなか言えないことじゃないかなと思って、で言ったからってうちだけに非難が集まるのこれまたえらいもうマイナスでしかないやないかってなってしまうんやけど車屋さんあるある、うちに限らず車屋さんあるあるやなと思っといていただけたらいいなと思います、うちに関してだけで言うとそうやな、あれですかね、やっぱり変なもうわけのわからんこと言い続ける。あかんこれ。いや、せっかくまだもうちょっと時間残ってるっぽいから。もうこれですもん。駐車場で俺2時間ぐらいずっと昼寝してたから待ってる時に。いやこんな感じですけど、第2第3とね、またこういう機会があったらお話ししたいと思いますんで。いや、うちばっかりなんですいやそれはそれで。ではまたご視聴ください。ありがとうございました。ほなもうやりたいですけどな俺